みんな、こんにちはなのだ。スンダモンなのだ。今日は南米のちっちゃな宝石、ウルグアイについて、スンダモンが案内するのだ。実はね、ウルグアイにはみんなが聞いて驚く豆知識があるのだ。なんと、ウルグアイの国歌は、全部演奏すると5分以上もかかる、世界で一番長い国歌なのだ。びっくりするのだ。もしオリンピックで全部流れたら、表彰式がとんでもなく長くなっちゃうらしいのだ。へへ、面白いのだ。今日はこのウルグアイから、スンダモンが厳選したとっておきのニュースを、全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。経済省、ボルダベリー氏の選挙年度財政支出抑制策を受諾、という記事なのだ。このニュースはね、LA ダイアリアっていうサイトで詳しく読めるんだけど、なんとアカウント登録するだけで月に6本の記事が無料で読めて、ニュースレターも届くのだ。個人情報は第三者に渡されないから、みんな安心してほしいのだ。コンテンツの著作権や個人情報の扱いは規約に書いてあるし、プロモーションの配信設定やパスワード変更、購読キャンセルもいつでもできるから、経済省の公共支出管理案に関する記事もぜひ読んでみてほしいのだ。この動画が面白いって思ったら、高評価とチャンネル登録、忘れずに押してほしいのだ。スンダモン、とっても嬉しいのだ。さあ、みんなで一緒に、ウルグアイの最新情報を楽しく見ていくのだ。南米の南東部に位置するウルグアイは、大西洋に面し、アルゼンチンとブラジルに挟まれた国なのだ。首都は美しい港町モンテビデオだよ。かつてスペインとポルトガルに支配された歴史があるけれど、今は安定した共和制民主主義国家として知られているのだ。人口は約340万人と南米では比較的少ないけれど、教育水準が高く、質の良い暮らしが営まれているのだよ。主要産業は、広大な牧草地を生かした畜産業で、ウルグアイ産の牛肉は世界中で大人気なのだ。農業も盛んなんだ。文化面では、サッカーが国民的スポーツで、なんと第1回ワールドカップの優勝国でもあるんだよ。単語発祥の地の一つとも言われ、みんな日常的にマテ茶を飲むのが特徴なのだ。南米のスイスと呼ばれるほど社会が安定していて、治安も良いのが魅力だね。近年は環境保護や再生可能エネルギーにも力を入れている、とても魅力あふれる国なんだ。一つ目のニュースなのだ。アルバロ、ダンサ、前政権で ASSE の専門性が失われ、社会的配慮が欠けていたという記事なのだ。ASSE 会長のアルバロ、ダンサ氏は複数の職務を兼任していた件で野党から憲法違反だと厳しく批判されたのだ。透明性倫理委員会シュテップは兼任に両立不可能性はないと判断したけれど、ダンサ氏は ASSE の運営を優先して民間での職務を辞任し、大学の役職も一時的に休止すると決めたのだ。ダンサ氏はこの騒動をお山名道してネズミ一匹だと語り、議会で野党が質問をせず、無関心だったことに深い失望を表明したのだ。彼は、ASSE の前政権が非専門化しており、社会的感度が欠けていたと指摘しているのだ。ASSE の適切な運営と専門家こそが最も重要で、自身の問題よりも140万人もの利用者へのサービスと、今後5年間の予算計画の真剣な議論が大切だと強調しているのだ。2つ目のニュースなのだ。ジャイール・ボルソナーロ、電子足かせ破壊未遂で拘留という記事なのだ。重大なニュースなのだ。ブラジルのジャイール・ボルソナーロ元大統領が電子足首追跡装置を壊そうとしたみたいで、そのせいで予防拘禁されちゃったのだ。これはかなり大きな出来事なのだ。3つ目のニュースなのだ。経済省、ボルダベリー氏の選挙年度財政支出抑制策を受諾という記事なのだ。LA ダイアリアというサイトでは、アカウント登録すると月に6本の記事が無料で読めて、ニュースレターも
届くのだ。個人情報は第三者に渡されないから安心してほしいのだ。コンテンツの著作権や個人情報の扱いは規約に書いてあるし、プロモーションの配信設定やパスワード変更、購読キャンセルもいつでもできるのだ。経済省の公共支出管理案に関する記事も読めるようになるのだ。南米のスイス、ウルグアイのニュースだったのだ。SSE 会長の騒動や経済の話題、そして隣国ブラジルの元大統領の件まで、南米は常にいろいろな出来事があるのだ。安定したウルグアイも、社会や政治は動いているのだ。これからも注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。